日本のショーのイメージと最高に一番違うと思うのは、その会員の投票で決まるっていうと、それがすごいなと思って、純然たる、だからアカデミー会員になる、レコーディングアカデミーの会員になるのは資格がいるわけだけど、なったらもうあとは平等ってことですね。平等です。全員いわゆるそのポピュラー音楽は、だからそれとはまた別のジャンルっていう意識があると思うんですけど、アメリカは完全にそうつながってますね。だってグラミーの中にもちろんクラシカルな部分もあるわけだから、全部フラットなんですよね。そうですね。やっぱり同じトロフィーですから、同じメダルですし、例えばクラシックでいうとヨーヨーマンみたいな人もグラミー取るけど、同じフィールドに同じところにマサさんもいて、日本だとマサさんとヨーヨーマンって全然違う箱に入ってるじゃないですか。箱っていうか、もう向こうはもうチェリストとしても世界一ですからでもそのヨーヨーマンと同じなんだよね。一応そういう視点で見たら同じだと。いや僕それ何なのかなと思って。ということで匠さん、再び会えて嬉しいです。前回はね、東京 FM のラジオでしたけども、まずは再びなんかグラミーノミネートおめでとうございます。ありがとうございます。ね、すごいですね。一応2年連続って皆さん勘違いしてくださってるんですけど、1年空いて、だからお会いしてからまた65回受賞して67回が今回ノミネート。おめでとう。ありがとうございます。頭っていうちょっと日本統一っていうシリーズもののスピンオフの映画の主題歌だったんですけど、ちょっと極道もののやつなんで、タイトルが頭ってそういう意味でつけてます。なんかノミネートされるだけでもすごいと思うんですけど、徐々になんかグラミーの常連になりつつあるってことですかね。なんでしょう。でもやっぱり1回受賞してると、もうそのインパクトがある程度ボーティングメンバーとアメリカの音楽業界の人たちに浸透していたのかなっていう感じはありましたね。匠さんご自身もね「I voted」とか言ってツイートされてました。ポストっていうかね、そうですね、会員でいらっしゃるということで、このグラミーなんですけど、もちろん音楽の最高の賞なんですけど、僕面白いなと思ってるのは、あれはアカデミー、レコーディングアカデミーという団体、法人が、あれアカデミーっていうと普通なんかほら日本だと、いわゆる大学とか学者っていうイメージなんだけど、そのアメリカはやっぱりその音楽を、そのアカデミックなんていうと、これなんかなんていうかな、ガチでなんか評価するとこありますよね。一つのエデュケーションでもあり、そしてエンターテインメントでもあり、その位置が高いですよね、日本よりは。それこそコメディでもマジックでもそうですけど、なんか日本って芸人さんって分けるじゃないですか。でもそうじゃなくて、なんか一つの大きなエンターテインメントとして音楽も、しっかり見てるんじゃないかなと思います。前回グラミー受賞された桜、これねインストラメンタルで日本の楽器も随分使われて本当独創性の高いものだったと思うんですけど、僕何回もヘビーローテーションで聞いてすごいとても楽しめるんですけど、その音楽楽しめるとか感動するってことと、そのレコーディングアカデミーという部分ってどう両立させてるんですかね、アメリカは。やっぱりその音楽のオリンピックなんで、グラミー賞ってやっぱ規定があるんですよね。だからもちろんいいものでないといけないけど、例えばじゃあ R&B 部門にジャズの音楽は入れても、スクリーニングって言ってその審査されるわけですよ。これジャズだよねと、そういう中でのもっと細かい規定がありまして、僕のグローバルフィールドでいうところの規定はちょうどだから2023年は 51% 以上そのトラディショナルな異国の楽器が入ってないといけない、イースタンとウエスタン以外っていう、ピアノとかバイオリンとかが 51% 以上、すなわちだから6曲ですよね、10曲なら。その何秒でとかじゃちょっと見れないと思うんですけど、人がねスクリーニングしてますんで、そうですね、だから12曲だったら7曲はそういうものじゃないといけないとか、そういう規定があったんで、まず音楽として素晴らしいプラス
そういうルールを守る、うん、そこがまあなんかアカデミックな部分でもあるのかなと思います。まあ、会社の名前なんですけどね、レコーディングアカデミーっていうのは。なんかまあ日本だと、はい、アカデミックの音楽っていうと例えば東京芸大でじゃあピアノとかバイオリンとか、作曲やってますっていうのはアカデミックって感じするんだけど、いわゆるそのポピュラー音楽は、だからそれとはまた別のジャンルっていう意識があると思うんですけど、アメリカは完全にそこつながってますね。だってグラミーの中にもちろんクラシカルな部分もあるわけだから、全部フラットなんですよね。うん、そうですね。やっぱり同じトロフィーですから、同じメダルですし、だからまあその称号の重さは変わらないという意味での、アカデミックなアワードなんだよね。だから例えばクラシックでいうとヨーヨーマンみたいな人もグラミー取るけど、同じフィールドに同じところにマサさんもいて、日本だとマサさんとヨーヨーマンって全然違う箱に入ってるじゃないですか。箱っていうかもう向こうはもうチェリストとしても世界一ですからでもそのヨーヨーマンと同じなんだよね。まあ一応そういう視点で見たらまあ同じだと。いや僕それ何なのかなと思って、僕 Spotify のグローバルトップ50よく聞いてるんですけど、アメリカって音楽の進化がすごく早くて、前回の桜でもトラップビートを、お使いになって、で僕トラップってなんかすごく好きなんですけど、もともとなんかドラッグシーンかなんかが出てきた音楽だっていう説もあるんでしょ。なんかわかんないんだけど、多分あれの一番のその何ていうんですか、クライテリアっていう基準は、ハイハットがそのロール連発してるんですよね。基本的にああいうビートってもともとなかったんですよ。でトラップって僕の解釈ですけど、何がトラップって言ったら、大体そのハットがその32分だったり64分で、そのありえないぐらいのスピードで、ロールしてるっていうことですね。そのビートの中に普通にキックとドラムだけではトラップってちょっと。そうなんですか。僕はそう思ってます。あれが一番のアカデミックなアプローチは僕らがこれトラップってこんな感じだよなってしかぼーっとしか聞いてないんだけど、そういうテクニカルでそういうことなんですね。そうです。一応違いと、僕の耳が正しければですけど、それしか違いがないかなって。すごい。あとなんかグローバルトップ50って言って聞いてくるリージョナルメキシカンっていうのがなんかリージョナルね、その地域的な、なんかメキシカンなんだけどリージョナルなんかアメリカのどっかなんだ。リージョナルは基本的にそれこそ数日前今年のリージョナルミュージックの受賞者のカラニペアってハワイのボーカリストと横浜で食事してたんですけど、今日本食事してやっぱり大物感出ますねいきなり。いや日本ツアー中で。いやだから日本ツアー中に食事してるとか大物じゃまあ仲間なんですね。お友達なんで、で食事すっごい大きいんですけど、で彼なんかはやっぱハワイに住んで、ハワイの規定のそういう音楽があるんですね。で毎年彼だからもう4回連続に近い形で撮ってて、もうその指定席みたいな感じ。いやもうそのカテゴリーをドミネートしてますね、完全に。僕日本のショーのイメージと最高に一番違うと思うのは、その会員の投票で決まるっていうところですよね。おそらく封筒を開けるまでは誰も集計会社の人以外は誰も知らないんですよね。アメリカの映画のアカデミー賞もそうだって聞いてるんですけど、誰も会場の人は知らないっていうか、おそらくそう言われてますね。ただ関係者は、ある程度は知ってると思うんですけどじゃないとね、その印刷する時に指示出す人とか、そういう人はね、あの時のトロフィーは台座は名前一切ないんで、あれはもう使い回しで、空のトロフィーをもう渡してるんだけど、アデルが割った時も別に空だからいいかみたいな、自分の名前入ってたらおらないと思いますよ。なんかそれがすごいなと思って、純然たるだからアカデミー会員になる、レコーディングアカデミーの会員になるのは資格がいるわけだけど、なったらもうあとは平等ってことですね。平等です。全員1票は1票で。1人1票ってこと。ただ毎年審査があって、今年のアメリカの1年間のアクティビティがあなたないよねって言って会員剥奪される人います。あと年会費払えなくなったりとか、年会費ありますから。そうなんですか。年会費っておいくらぐらいなんですか。ちょっと言えないんですね。言わない方がいい。言わない方がいいんだけど、それなりに活動してないと払えない。いやそんなに高いわけでもないんですけど、ただそれより何よりアメリカで何をしてるんですかあなたはっていうのが
で例えばまあ僕なんかで言うと、まあ、リリースはしてる、で活動っていうか、まあ、じゃあライブはしてなくても、まあ、ノミネーションとか、ウィナーになったりとか、そういうもう結果があるとまあ継続的に会員では入れるんですけど、ウィナーはもう完全にもう指定席みたいな。指定席というか、まあそのやっぱり数少ないウィナーなんで、それで弾かれるっていうのはあんまり。ただこれも基準はもう謎なんですよ。前回ラジオでねお話した時には、トロフィーまだ来てなかったんですよ。もう来ました。でなんかレコーディングスタジオに置くってその時はおっしゃってましたけど、自分のレコーディングスタジオに置いてます。どうですか、毎日それ眺めて。毎日なんでこれがここにあるんだろうって一応アクリルのこう保護アクリルケースに入れてるんですけど、なんか恐れ多いっていうか、なんかたまにまあ移動する時にすげえ緊張するし、なんか手袋はめて、とにかく重いですし、なんか重み、いろんな重み、本当に重いし物も重いし、見るたびになんか緊張するっていうか。あれはなんかもしなんか損傷しちゃったりするとリプレイスメントってのはあるんですか？いや作ってる、もちろん工場みたいなのあるみたいなんですけど、で僕一緒に僕のプロジェクトで受賞したエンジニアの小寺秀樹っていて、エンジニアにもトロフィーが与えられる基準のカテゴリーだったんですよ。アルバム部門っていうのはプロデューサーとアーティストとエンジニアには与えられるんですよ。で彼来て、で僕一緒に開けたんですね。で彼のこのグラムフォンのここがグラグラやった。マジっすか？そうで「ちょっと待って、触らん方がいい」っつって「こう折れたらどうすんの?」っつって、視点がないんですよ。もう支えがないんで、だからちょっとグラグラ来てて、とりあえずもうこのまま行こうっていうことで、僕の方は全然大丈夫だったんですけど、まあ最悪アメリカまで運べば、まあ修理はしてもらえるんじゃないかなと思うんですけど、さすがにね。あの時イーゴット、エイミー、グラミー、オスカー、そしてトニー、これを全部取った人をイーゴットって言って、それ初めて僕の茂木さんからお聞きしました。G は言ったじゃないですか。どうですか他の制覇。それで取った人世界に18人、少ないはずです。僕ウィキで見たんですよ。世界に18名しかいなくて、しかもまあ音楽賞ですから、アカデミーのまあオスカーの音楽賞、作曲賞かな、でトニー、まあ全部音楽賞あるじゃないですか。でやっぱり真田さんが取られたことによって、今回やっぱりねエミー取りましたからね。すごく有名になって、で真田さんが上がられたピーコックシアターって、僕が上がったステージなんですよ。おお、仲間じゃないですか。いや、仲間っていうか、日本人っていうくくりで言えば仲間なんですけど、同じステージで、作り見たら分かるんで、うわそこだったんだっていうのも逆になんか真田さんからこう感動をまたいただいて、まあそのイーゴットっていうのはちょっと多分生きてるうちには無理じゃないかなって思いますけど。僕マサさんのキャリアを拝見した時に、僕はちょっとすごく僕ひょっとしたら間違ってるかもしれない、ちょっと感じるところがあって、最初グラミーの舞台をご覧になったら、そのクレジットが入ってるメンバーの一人としてご覧になって、そうですそうです、バンドの一員だったんです。これは 9番でしたっけ？なんかジャンルとしてはどういう？ベストレゲエアルバム。レゲエか、レゲエ、9番じゃなくてレゲエで。レゲエで僕は別に誰でもよくて、スライ&ロビー&ジャムマスターズっていうののジャムマスターズの一員だったんですけど、スライ&ロビーっていうその伝説的なレゲエのお二人がいたから、僕は別にまあもう小判ザメっていうか。いや、それで人生が変わったっておっしゃってた。それももちろんそうです。それ何かもうこれはここにいたいと思ったわけですよね。そうですね、やっぱりそういう称号を、でその時初めてノミニーレセプションって言って、そのノミネートされた人が前日に呼ばれるレセプションがあるんですね。でそこ行ったらもう名だたる人がいて、その時に小野陽子さんいらっしゃいましたね。で鬼太郎さんもいらっしゃいました、シルクロードの。でその時に初めて、今日先ほどいいですか、これお見せして。ぜひぜひちょっと、先ほどお見せした貴重なものをお持ちいただいてるんですけども。ティファニー好きなんですかって言っていただいて、いや僕ティファニーブルー、いや意味もなく持ってこないですけど、これがそのノミネートされた時にいただくメダルで、これは今年の第67回の貴重なものです。ノミネーションだけでもすごいことですからね。思うんですけどね。でその時初めてもらったのは第56回かな。
の時にこれをいただいたと。はい、はい、そうです。でトロイはすいませんちょっと重すぎて持ってこれなかったんですけど。いやいやもうすいません、こちらもうスモールライトが準備できなくて何が違って、だからその著名なアーティストがいるってこともあると思うんですけど、何かがあったんですよねそこにね。もうやっぱり魔法かかっちゃうんですよね、現地でああいうのを見ちゃうと、だからいろんな夢をね持ってらっしゃる人いると思うんですけど、例えばライターさんだったらピーリッツァー賞でしたっけ、ピューリッツァ賞、ピューリッツァ賞、はいはい、例えばああいうのを見るとか関わるっていうだけでやっぱり世の中がこれだけ反応してくれるんだと、で僕アワードのある意義っていうのはやっぱり異業種の人たちに分かりやすく伝えるツールだと思って。まあそうですよね。音楽業界の中ってんじゃなくて、じゃないです、そう、外ってことですね。はい、じゃあこの人の音楽聴いてみようとか、やっぱりその自分の専門分野で認められることによって異業種の人にいかにこう分かりやすく伝えてもらえるかっていうところですよね。で僕その初期のねアルバム拝聴して2016年ぐらいかな、はいはい、やっぱりちょっと今と違うアプローチというか全然違いますね、はい、で僕そこでこれ実は前回ラジオの時にはそれをお聞きする時間帯がなかったんですけど、桜は、はい、まあその日本の楽器を非常に印象的に使ってるじゃないですか。はい、で僕やっぱりマサさんのなんかなんていうかオリジナリティっていうか、はい、その自分の存在をどう示すかっていう、はい、なんか模索があってあそこに結論としていかれたのかなって感じがまさにそうです。やっぱりその西洋音楽で戦ってても相手のフィールドでやってるわけじゃないですか。でファーストアルバムの意義っていうのは、まあ、これ音楽業界で言われてる定説なんですけど、やっぱりそのアーティストを知った時に何枚言い出してるかわからないじゃないですか、どの時点で知るかわからない、でも大体皆さん1枚目は聴こうとするんですよ、最初に何したかったんだろうとか。1枚目ってインディーズカラーとか昔から取りためてる曲の集大成があるんで、まあ最高傑作のことが多いんです、で自分はこのアルバムはもうグラミー賞を全く意識せずに初めてエントリーしたんですけど、このアルバムに最後に立ち返ってもらった時に僕は本当これがしたいんだよっていうことを伝えるために作ったんですよ。やっぱりそこまで行く時に何かいろいろあったんですよね、きっと。なんかめちゃくちゃありましたありすぎてなんで僕だから和楽器をやり始めたのかもやっぱりそれはもうグラミー賞に関わらないとなかったでしょうし、逆に日本のアーティストがアメリカに行こうとしてなかなか難しいと、ね、だから実情はね、だから僕そこはすごくなんかこれ見ているみんなもなんかコピーを作ってもまあしょうがないってとこあるんだろうし、本当にそうおっしゃる通りでやっぱりコピーって安心するんですよ、その雰囲気が感じられるから、でやっぱりそこに浸ってるんですよ。みんなやっぱり自分の好きな、自分の国じゃないアーティストの何かを感じて、いいよねいいよねって言って、でも最後に乗る歌は日本語だったりするじゃないですか。だから本当のオリジナリティっていうのは僕の個人的な意見ですけど、ものすごい時間かかるし理解されるのにも時間もかかるし、最初笑われるようなことかもしれないけど、本当のオリジナリティってそういうことだと思います。いやだから僕マサさんのそこまでのジャーニーがすごいなって改めて前回お話伺ってからの時間の中で、改めてなんか感じてたんですよね。そうですね、やっぱり戦略的にやることと本来自分のやるべきことやりたいことをやる、これってやっぱ音楽家にとってすごい葛藤で、なんかこうそういうふうに見えるために聞かれるために自分のスタイルを変えるってどうなんだろうと、ただこれはもう戦ってる場所が日本じゃないっていうこと。まあそうですよね、アメリカだもんね。やしじゃあねR&B を武器にやっぱりねやってらっしゃる人もいる、ジャズもそう、ニューエイジもそう、それってその国の特性を生かしたアーティストがほとんどなんですよ。じゃあなんで日本人は日本の特性を生かそうとしないんだろう。やっぱり文化があまりにもここでストップして、最初こうねこっちから入ってきて、ここでストップしたやっぱり憧れとコンプレックスの国でもあるし、その中でじゃあこの少ない人口の中でどれだけの人がオリジナリティとか本当の日本が持ってる武器に気づいてるんだろうっていうのを受賞してからさらにまた考えるようになる。素晴らしいな。僕でそれで
おそらくグラミー取った後世界があの時すでにね2年前にお話した時も、ものすごいなんかご依頼というかその仕事の誘いとか殺到してるっておっしゃったんですけど、やっぱりグラミーで世界変わったですか？いやもう一番変わったのは、音楽じゃないだからこういうふうな場所に呼ばれることも一切なかったですし、それまではね、でもそれはやっぱり音楽だけじゃなくてどうやってそういうことを考えついたのかを興味持っていただける、そうかそうか、音楽だけじゃない部分っていうのが大きくて、で一番少しだけ慣れてきましたけどまだ不思議ですよね。なんで茂木さんに呼ばれてる。いやこちらこそなんで増田さん来てくださるのか。やっぱりでもそういうショーってそういう意味があるんですね。いや本当そうだと思います。そしてなんか最近クラファンでなんか他の方もグラミーに取れるようなその支援のグラミーなんていうんだっけあれ。それもね G アカデミーって。G アカデミー。はい。最近今月立ち上げられたんですよね。クラウドファンディングじゃないんですけど。クラファンじゃないの？はい。自分ファウンディングっていうか自分であれはどういうあれなんですか？それは僕ずっと青写真があったんですね。青写真っていうのはずっと想像してた。もしこういう賞を獲得できたら。日本の人にそれ伝えたいと。もう遠すぎて夢見ることもできない、場所と思いがちだけど、僕はその時アーティストとしてはインディーズで一人っきりでやってきて、それでそういう賞にたどり着けたっていう、どうやったのっていうのをやっぱり知りたい人いっぱいいると思うんですね。結構有名な皆さんが知ってるようなアーティストの人に会いたいって言われて行って、でまずどうしたのって言って、もうすごいもう質問攻めに遭うわけですよ。もうこんな有名な人がなんで俺に質問してんねやろみたいな。それをいっぱい体験したこの1年2年でもあったんで、はい。やっぱりすごいアーティストほど聞くんだね。なんか興味あるんだね。やり方が。これは僕はちょっと言いたいんですけど、やっぱりね皆さん興味あるんですよ。ショーとか関係ないよっていう気持ちも分かるし、そう言いたい気持ちも分かるけど、でもやっぱりねもうこの67年続く、しかもこうアメリカの最高峰の、地球の紅白歌合戦っていうもののパワーを改めて思い知ったんですけど、やっぱ今特にグローバルに活躍する時代がもう来てるじゃないですか、日本のアーティストが。もうみんな気になってるんですよ。どうやってやったのかなってとか、仕組みを。でも僕これ一人ずつ面会して話す大変だもんね。ちょっとだし、お会いできるのは嬉しいんですけど、じゃあそういうものを伝えていくプラットフォームを作って、でコラムと、あと対談の動画とか生配信とか、であとは僕が直接グラミーに対してのそのエントリーをサポートする、というのは誰でもグラミー賞エントリーできるんですよ。エントリーできる人がいれば。だから別にメジャーじゃなくてもいいし、自分の音楽を信じるあの時の僕のような人がいたらなんか応援したいなっていう。それ僕なんかクオリフィケーションのなんか条件あると思うんですけど、僕なんかその日本の業界のイメージが強すぎるんだ。僕も僕の知り合いのある方がカンヌのなんかのショー入ったんですよ。でどうやったんですかって言ったら「なんか動画をウェブページからアップロードすんだよ」とか「とか言って、だからそうなんですよ。エントリーは意外ともうそのクオリファイする人だとオープンにやってるんですよね、海外は意外とフェアに。そうです。できる人がいれば、ただこれ日本語でのサービスは世界初なんですよ。僕はやっぱりまず英語という難関があって、最初は僕エントリーした2016年の最初のアルバムは本当僕の中ではもう英語頑張ったで賞を受賞したっていうぐらい。それ何をエントリーするんですか？そのデータ。その当時は CD をレコーディングアカデミーに何枚、このカテゴリーは何枚送るで、ライナーノートって言って全員が関わってることを書いたりとか、いろいろ取らないといけないそのバーコードの番号とかいっぱい規定はあるんですけど、そういうのを全部自分でやってきたんで。それ全部自分でやってるアーティストっていないんですよ日本で。アメリカ国内で発売ここからここまでの間発売されたとかいう条件はあるんですよね。あります。ただ今、これが今誰でもできるようになったってエントリーできるっていうのはストリーミングでよくなったんで、ストリーミングって僕も最初なんかこう喜んで全世界配信って書いたけど、配信って基本全世界じゃないですか。そうですよね。国内のみってチェック入れるとこあるんですけど、そんなやつ一人も多分いないんで、だからそういう時代が来たんですよ。
でも逆に言うとね、そのレコーディングアカデミーのそのセレクションプロセスってすごいよね。だからそんなにたくさん来た中で選ぶわけでしょ。そうです。1万会員の1万何千人の人が、だからそんなもちろん簡単ではないんですけど、一番僕思い出してるのはやっぱりエントリーできたことで自分もあのショーの一部になれたんだっていう2016年のその最初の喜びがすごく印象深くて、だから目指せる世界ということを日本のこれメジャーの人でもそうですし、インディーズの人でも誰でもできるっていうことをちょっと伝えたいし、僕もそろそろそういう立場になっていく。いや間違いなくそろそろとかもうなってますけどね。っていうか席を譲っていくじゃないですか、おこがましいです。なんか僕ばっかりね、その常連っていうのもなんかちょっと、でやっぱ日本のその本来の音楽文化の底上げっていうのもしたいし、これポピュラリティとかとはまた別で、やっぱり全然違うガラパゴスな部分を僕は感じるんで、世界に行くと。茂木さんもねよくおっしゃるその本当のオリジナリティっていうのは何なのかっていうのは実は気づいてたり、気づいてても勇気を持って言えない。だってそれはもう何て言うんでしょう、はみられるっていうか、一人しかいない時ってあるじゃないですか最初。でずっとそれを言ってた人が実は後で正しかったんだっていう。茂木さんに対しては僕は別のことで思ったことがあるし、すごいこと言ってはるなと思ったけど、これって正しかったんだって、逆にその時の茂木さんの勇気というか、ですよね。それってもう確固たる自信とご自身を信じて信念にのっとっておっしゃってるからこそ今その言葉が輝く。僕ね、松田さん、僕すごい不思議なことがあって、これ本当これあくまで僕の個人的な興味なんですけど、日本のヒット曲ってそんなに感動しないんですよ、ほぼ。僕の個人的な趣味。でもね、Spotify のグローバルのやつはどの曲聴いてもこれいいなって思うんですよ。それこそNot Like Us って今年のグラミーの最優秀楽曲、だからいらしたはずじゃないですか、会場に。見てたと思います。Not Like Us。ケンドリック・ラマーのね、今オーディエンスか最後の方だったんで、もう僕ちょっともう疲れちゃった。疲れてた。ケンドリック・ラマーの時疲れた。最後、もう本当最後の方なんで、朝9時からずっと取材と僕の発表と、しかも今年受賞できなかったのもあって、もうなんかもう最後こんなになってましたね。ラマーの時ね。すいません、ラップが僕すいませんあんまり詳しく。そうです。いやだから Not Like Us がとかものすごいいいと思うんですよ。なんかラップ聞いててそう思われるんですか？めっちゃ「Not Like Us」すげえ好きで、だからなんかなんか日本だと意外とクラシックとかポピュラーとかロックとかラップとか、やっぱなんかいいものはいいっていうのはありますよね、なんかね。それは社会情勢とかその言葉が英語が分かるから理解できるっていうのはあるんじゃないですか。あとビーフっていう文化が好きで、僕ラッパーのお互いにけなし合う。だからそこまずすいません言われちゃった。まずそういうことを知らないと楽しめないジャンルかなっていうのと、あとその罵りがいいってなかなかすごいじゃないですか。やり合ってすごいですよね。それだけで終わらないじゃないですか、世界って。終わらないですね。ただほらケンドリック・ラマーはねピューリッツァー賞を取ってる唯一のラッパーすごい。そうなんですね。最初だってボブ・ディランだっていつの間にかノーベル文学賞を取ってるじゃないですか。何なんですかね、アメリカの音楽のやっぱりだからそれは言葉に力があるから、やっぱりラップならではの世界なんじゃないですか。そうか。いやこれからどうされます？だからでもほら後進にねを助けるってのもあるんだけど、マサさん自身のだってこれからなんかあるでしょう。やっぱりだから自分自身も今いろんなことやってるんですけど、やっぱ伝えていく、であとは新しい価値観を伝える伝道師になりたいなっていうのがあって、ちょっと宣伝させてお願いします。これちょっと本来月で、これ初の著書ですよね。これにそういうことを書いてるんですけど、マサさんのこの、すごいタイトルですよ。グラミー賞を取る。人脈ゼロ、英語力ゼロ、無名のバンドマン、グラミー賞を取る、途方もない夢の叶え方って。これそうですね。実現に必要なのは確率論ではなく精神論。これどのような内容の本になる？これは自分がどうやって何もないところからアメリカに行って誰も知られてないところから英語一から学んで向こうのソサイティに食い込んでいって、で
伝統と、まあ、現代の音楽を混ぜてこう夢を叶えたのかって、もともとバンドマンだったんで全然売れなくて、バンドマン 3B って言われるじゃないですか、絶対女子が付き合ってはいけない一つの、しかも売れてないっていう、売れててもまあ立ち悪いのに売れてなかったらもっと立ち悪いじゃないですか。そこからしかもドラムで、でまあバンド解散して解散で脱退して作曲家とか編曲家になって、だからその 3B からこうなったみたいな。すごい。3B とかけなかったんでバンドマンって書いて、今俺3B って俺脳科学者もニューロサイエンティストって言い方もあるんだけど、ブレインサイエンティストって言い方もあるんで、あ、付き合ってはいけない 3B の人質にB ですか？いやでもブレインの B ね。同じだと思ってる。いや 3B だ。そんな崇高な B じゃないですかこっちは。なんでか美容師だけなんか日本語ね、これ皆さんどういう内容か興味あるでしょう。ちょっとだけ今こすい中身。すいません。まだ真っ白。これつかみ本ってやつですね。今ナウプリンティングです。つかみ本という。いやこれものすごい楽しみなんでぜひ皆さんお読みくださいね。ありがとうございます。ということで本当今後とも応援いたしますので、皆さんまずこの本を読んでください。はい。4月22日発売です。ありがとうございました。ありがとうございます。